新聞会社にオワコンが数字でまとめ法人税払ってない。新聞というメディアが直面している厳しい現状を、客観的なデータ数字から紐解いていきましょう。かつて情報の王様だった新聞が、今いかに岐路に立たされているかが見えてきます。1、3000万部あるという現実。かつて日本の新聞一般紙スポーツ紙合計の発行部数は、2000年頃には約5370万部ありました。しかし、日本新聞協会の統計によると、2023年には約2859万部まで減少しています。わずか20年ちょっとで、ほぼ半減したことになります。1世帯に1部という時代は、数字の上でも完全に終わったと言えるでしょう。2、読者の 4% しかいない若年層。総務省の情報通信白書などのデータを見ると、10代20代で平日に新聞を読む人の割合は、わずか 4% 前後にまで落ち込んでいます。一方で、70代以上は依然として高い購読率を維持していますが、これは世代交代が進むたびに読者がいなくなることを意味する、非常に深刻な数字です。3、1000億円単位で消える広告費。電通の日本の広告費調査によれば、新聞広告費は2000年の約1兆2400億円から、直近では約3600億円台まで激減しています。反対に、インターネット広告費は3兆円を超えて成長を続けています。企業にとって、新聞は高い広告料を払って広く伝える場所としての魅力を失いつつあるのが実情です。4、10年で3割減った販売店。新聞を支えてきたのは、世界でも類を見ない個別配達網です。しかし、新聞販売店の数は、この10年で約 30% 減少しました。部数が減れば、1件あたりの配達コストが上がります。人手不足も相まって、これまでの毎朝ポストに届くというビジネスモデル自体が維持できなくなっている地域が出始めています。5、30分を割り込む利用時間。国民が1日に新聞を読む平均時間は、全世代平均で10分程度という調査結果もあります。ネット SNS や動画に費やす時間が1日平均200分を超えているのと比べると、圧倒的な差があります。もはや人々の時間の奪い合いやテンションエコノミーにおいて、新聞は土俵際に追い詰められていると言っても過言ではありません。6、14年間も延命された事業税の優遇。新聞社が支払う税金には、かつて大きな聖域がありました。1980年代、当時の政府はマスコミ各社に対して、利益にかかる事業税を非課税にする措置を廃止しようとしました。しかし、業界側の強い働きかけもあり、完全廃止までになんと14年もの猶予期間が設けられたのです。1984年に廃止方針が出たにもかかわらず、実際に完全に廃止されたのは1998年のこと。これほど長い間、他の一般企業よりも税制面で守られてきた歴史が、新聞社の特権意識を形作った一因とも言われています。7、2% の差が生む新聞社のねじれ。現在、新聞社が読者による新聞には消費税 8% が適用されていますが、実は新聞社自身の経営においては、面白い逆転現象が起きています。消費税のルールでは、以下のようになっています。新聞販売価格 8% 読者が払う。新聞社が外部に払う経費 10% 印刷用紙、インク、電気代、外注費など、本来、売上の税率 8% より経費の税率 10% が高いと、新聞社側には損が出るように見えます。しかし、これがあるからこそ新聞社は軽減税率の維持を強く主張し続け、さらには電子版も 8% にしてほしいと政府に陳情を続けています。8、1兆円市場を維持するための政治的妥協。新聞への軽減税率適用によって、国民全体で年間数百億円規模の税収が失われているという試算もあります。新聞業界は約 1.5 兆円2023年時点の販売広告収入合計という市場規模を維持しようと必死ですが、政府から 2% の優遇を受けている以上、時の政権に対して厳しい批判はしにくくなる忖度が生まれるのではないか、と懸念されています。自分は特別？新聞社は自分たちは公共性の高い存在だから、税金で優遇されるのは当然だと考えてきました。しかし、今の若い人たちから見れば、なぜスマホで読むニュースは 10% なのに、紙で届く新聞だけが 8% なのか、という不公平感の方が強くなっています。この 2% の特権にしがみつく姿勢そのものが、皮肉にも新聞が古い特権階級のメディアオワコンだと思われる最大の理由になっているのかもしれません。赤字転換による法人税の消失。新聞社が支払う法人税は、利益所得に対して課されるものです。しかし、近年の新聞社は本業の部数減が止まらず、多くの会社が本業での赤字に苦しんでいます。例えば、ある大手新聞社の直近数年間の法人税等の支払い状況決算データを見ると、以下のようになっています。2020年度、約-28億円還付など、2021年度、約 0.2 億円、2022年度、約-12億円、
2023年度、約マイナス14億円、赤字欠損金が出ている年は、基本的に法人税国税を支払う必要がありません。かつては莫大な利益を上げ、多額の税金を納めていた新聞社ですが、今や法人税をまともに納められないほど経営が苦しいという状態に陥っているのです。9、資産切り崩し鉄なく納税。新聞社は一等地に自社ビルを持っていることが多いですよね。本業が赤字でも、ビルなどの資産を売却して特別利益を出し、そこから税金を払っているケースが目立ちます。しかし、これは貯金を食いつぶして生活しているのと同じこと。以前、新聞を売った利益からたっぷり納税。現在、新聞では赤字、不動産収入や資産売却で何度か利益を出し、最低限の納税。このように、納税の質がガラリと変わってしまっているのも、オワコンと言われる一つの要因です。10、固定資産税という主に、法人税は利益が出なければ払わなくて済みますが、都市部の一等地に大きな本社ビルや印刷工場を構える新聞社にとって、逃げられないのが固定資産税です。都心の地価が上がれば、支払う税金も上がります。部数が減って収入が落ち込んでいるのに、持っている建物の税金は安くならない。この高コスト構造が、新聞社の経営をさらに圧迫しています。新聞社が払っている税金の推移を見ると、納税額が減っている、稼ぐ力がなくなっているという現実が透けて見えます。軽減税率で守ってくれと政府にお願いしている一方で、肝心の本業の利益からしっかり納税するという企業の責任が果たせなくなりつつある。数字で見ると、新聞というビジネスモデルがいかに限界に近づいているかがよくわかりますね。新聞社の財務諸表を読み解くと、記事には書かれない自社の不都合な真実が見えてくるのが皮肉なところです。まとめ、こうして数字で見ると、非常に厳しい状況なのは間違いありません。しかし、一方で裏取りを徹底した情報の正確性や深い解説力という点では、まだネットメディアが追いつけない強みもあります。紙という形にこだわり続けるのか、それとも信頼できるコンテンツとしてデジタルで生き残るのか、新聞社は今、まさに生存をかけたラストチャンスの時期にいるのです。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。